あかねクラブをお聞きの部員の皆さん、こんばんは。こちらアメリカからお送りしています。振付師あかねです。今こちらアメリカはですね、9月27日の深夜2時22分。2が続いてる。怖い。そうなんじゃないか。待ってください。はい。声がガサガサで申し訳ございません。9月27日の、ファイナルの、本当に AGT のファイナルが終わったその日でございます。深夜2時でございます。はい。もうそうでもしなければ、もうラジオが放送できないということで、はい。収録しております。改めまして、なぜアメリカからお送りしているかというと、アメリカの公開オーディションリアリティ番組、アメリカズゴットタレント AGT に、私、振付師あかねがプロデュースしているダンスチーム、アバンギャルディが出演しました。そしてね、もう皆さん、日本にもいろいろなニュースとかになっていたりとかして、知ってる方もいるかと思うんですけれども、まず、オーディションっていうのがあって、で、そこから、選ばれし55組かなが、準決勝、セミファイナル、そして、選ばれし11組がファイナル決勝に進めるのですが、アバンギャルディは決勝までなんとか進むことができました。はい、もうとにかくね、もういろんな事件起きまくりです。はい、もうちょっとどっから何を言えばいいかというぐらい起きまくったんですけど、まずですね、今回はファイナル決勝まで進めたっていうことがね、一つの目標だったことがクリアされたので、それがもう何より嬉しいことだし、やっぱり自分たちが目指していたパフォーマンスを披露できた、ファイナルでね披露できたっていうところですごく悔いなく終われたなと思っております。はい。で、ファイナルが終わりまして、結果発表がありました。で、その結果発表のもう前に、もういろいろその SNS とかいろんな媒体でもう再生回数とか、いろんないいねの数だったりとかが結構数字でね現れてくるので、その中でやっぱり優勝するだろうと言われていたプチュリアリアニちゃん、彼女はまだまだ若い17歳だったかな、すごく若くて、でもめちゃくちゃ才能があって、歌が本当に私も生で聴きましたけど本当に感動して涙が出ました。それぐらいねすごいプチュリちゃんがすごく人気だったんですよね。でその次が再生回数的にはアバンギャルディが伸びていて結構グッときました。でしかもですよこれも言ってなかったんですけど、そうサイモンがいるじゃない、一番端っこのサイモンは実はアバンギャルディのネタをすごく褒めてくださってたんですけど、一回もスタンディングオベーション立たなかったんですね。けどファイナルでようやく立ちました。サイモンが立ったんです。はい。もうでもツイッターでも結構日本のファンの人がサイモンが立ったみたいな、クララが立ったみたいな感じで言ってて、なんかそうよなって思いました。やっと立ったみたいな。でその CM 中放送には載ってなかったんですけど、サイモンが上に上がってくれまして、でみんなに本当に素晴らしいパフォーマンスだったしみたいな感じで絶賛のコメントを、言ってくれてたみたいで、なんかそれ見てまた私も安堵感で号泣しました。でももう怖かったし、まず初めに、まずガンって起き上がった瞬間に私は一回バラバラの彼女たちを見ているので、もうそれだけで涙が溢れました。よしできたみたいな、もうこっから絶対いけるっていう感じで。で、もう会場中がどんどんみんな一人二人三人って立っていくんですよ。でも全く聞こえない、音響とかも聞こえないぐらいもうみんな騒ぎ出して、もうなんか見たことない光景を見ました。客席がどんちゃん騒ぎ。すごかったです。だからもうもうこれでよかったんやって思いましたね。だからもう全部踊り
切ったみんなを見て、また、思い出しても泣けてくるって感じです。もうほんまにすごいです。ほんまに。はい。もうめっちゃ涙が出ます。で、結局、そう、違うんよ。話がごちゃごちゃなるんやけどさ、プチュリちゃんが人気で、次がアバンギャルディとかやって、でも、全然期待してなかったですけど、本当に。マジで全然期待しなかったけど、でも5位以内にはちょっと入りたいなって思っちゃいました、その時に。これだけいろんな人に、すごい好きだって言ってもらえてる。だから5位以内に入りたいと思ったんですけど、はい、結果発表がね、ありまして、はい、もう全然ダメでした。5位にも選ばれずっていう感じでしたね。でもだから結構意外な結果というか、プチリちゃん優勝候補の彼女も4位だったし、4位です。4位。で、まあ結構大人数の手のパフォーマーするチームも3位で、2位がマジシャンの子一人の女性で、1位がなんとハリケーンというワンちゃんでした。はい。びっくり。でもめっちゃ可愛かったんです、ワンちゃん。ほんまに。でもなんか逆にハリケーンが優勝して、ワンちゃんが優勝して、なんかめっちゃ平和に終わったなと思いました。なんかみんなが誰一人なんか何も言えないというかでもなんか私でもほんまにワンちゃんのパフォーマンス見てほんまに泣きそうになったんですよ、実は。リハーサル見てもうけなげで、犬が可愛すぎてけなげで、もう可愛いで泣きそうになりました。だからもうずっと泣いてるんですよ、私こっち来てから。もうアメリカ来てずっと泣いてる。もうね。でも大変な、はい、2ヶ月間でしたけど、まあ結果は、まあ全然、でも結果、なんていうんですかね、優勝とかじゃなくて、もう本当に、こうやってね、まあみんなに見てもらえて、まあ少しですがバズってるのが結果だと思うので、もう私は何も悔いはございませんし、みんなが納得する形で終われたのでよかったです。はい、ということでした。ということでですね、今週の FM 大阪あかねクラブは、私あかねプロデュースのダンスチームアバンギャルディのメンバーは、すいません、もう寝てる感じかもですので登場しないんですけれども、はい、私がアメリカのこちらの状況などを、はい、報告する回でお送りしたいと思います。このね、いつものスタジオじゃないので、少し聞き取りにくいところがあるかもしれないです。そして私の声も本当に聞き取りづらくて申し訳ございません。これでも治った方というか、もう先週は全く声が出なかったので、はい、ちょっと、なんででしょうね。もう別にね、風邪ひいてるとかではないんですよ、これ。別に喉が痛いとか、なんか痒いとかでもないんですよ。全く咳が出るとかもないんですけど、とにかく声が出なくなったんですよ。で、もうずっと声が出しにくい状況が1週間以上続いてるという感じです。はい。なんかもうね、精神的なものがもう体にも現れてるみたいな感じなんですが、はい、もう9月の11日からこっちに来てですね、もうずっともうリハ三昧、本番まで1週間、セミファイナルまでまず1週間の練習期間がさらにあったのですが、アメリカにまず着いてから1週間セミファイナルまでに練習期間がありました。で、そこではリハーサル普通に練習したりと、あとは今回の映像を撮ってくれる、番組を撮ってくれるディレクターだったり、その後ろにね、バックのモニターに LED の映像が映ってたと思うんですけど、背景みたいな、ああいうのとか照明とかのそのディレクターがいるんですけど、そういう方々と相談するみたいな期間もあって1週間あるんですね。でそれまでにその番組のオフショットというか、始まる前の、意気込みみたいなとか、自分たちはこんなチームですみたいなのの撮影とか、もう毎日本当にめちゃくちゃすごいスケジュールを組まれていて、はい、もうとにかく大変な毎日を過ごしていました。で
まず起きた事件なんですけど、なんだろう、私ってすごいなんて言ったらなんかね、このダンス作る時って自分の頭の中に映像が出てくるんですね。映像が出たものを形にしてるって感じなんですよ。だからなんやろ、その実現に向けて自分は作ってるって感じなんですけど、意味わかりますか？なんていうの、この皆さんにお届けしている状態を頭の中にも浮かべてて、それを形にしてるんですね。だからなんかどういう風に映った方がよく見えるかとか、このアングルが一番こう見えた時にかっこいいとか、全部自分の中であるんですね。で今回アイドルはもう音楽のテンポめっちゃ速いですし、もうとにかく自分の構成とか描くものをもうとんでもない速度で展開していって刻んでいってたので、なんやろ、ここは絶対弾きじゃないといけないとか、ここはよりがいいとか、なんかいろいろあるんですよね、自分の中で。でそれが今回セミファイナルの映像見ていただいたと思うんですけどなんかいやなんて言ったら、自分がこうしたいっていうのの理想にはならなかったって感じです。でそれはもちろんディレクターにもたくさん相談したし、こうしてほしいああしてほしいって全部言って、で理解してくれてるんですけど、プロデューサーだったりとかがいやこっちの方がいいとか、いろいろあるんですよ、そういうのが。であと背景もうこれまたもう全く違うっていうか、これじゃあ踊り全然見えへんやみたいなぐらい結構な凄さのごちゃごちゃ感でこうはめられて、でそれもなんか事前にこうしたいんですけどって言ってもらったものは、私はいやこれはもっとシンプルにちょっと背景してもらわないとっていうのも伝えてたんですが、それもちょっとなんかうまく合わずで、本当にこの作業あれ一応ね見ていただいてるのもで、なんかすごいたくさんすごいって言ってもらえてるんですけど、もう本当実際もっと見せれると思ってやってきたので、まずそこが自分のなんか思い描いてるのとは違うみたいなのが結構あって、すごい本番始まるまでもずっともやっとした状況が続いていたって感じです。で本番でもねやっぱりすごくこっちのアメリカでもすごくアバンギャルディがすごくなんていうの、愛されてるって言ったらなんかちょっとおこがましいかもしれないんですけど、本当にいっぱいの人にアバンギャルディって声かけてもらえたり、それこそこっちのスタッフさんにもめちゃくちゃみんなにもうあなたたち最高って言ってもらえてたんですよ。ですごいもう会場入るなりステージに立つなりもすごい声援が送られて、もうめっちゃ嬉しいなっていう気持ちがあったんですけど、始まる前にもうとんでもない声援と、なんやろ、声援があったおかげで全くきっかけが聞こえなかったんですよ、音楽の。であの映像を見てもらったら分かるように、最初めなんか後ろから順番に立ち出してるんですけど、あれは全員同じタイミングで立つのが本当なんですよ。で私客席で見てたんですけど、でしかもなんかめちゃくちゃ、もうほぼ真横みたいな、もう一番前らへんの端っこで見てたんで、斜めからもう丸見えやったんで、えってまずなるわけですよ。で斜めから見てるからあれね、もうほんまにみんなねもっとバラバラに立ってたんですよ、私が見たアングルから。で私もその瞬間から青ざめて、でもねもうそのまま続けて頑張れって言ってマネージャーさんとか言ってくれたんですけど、私はもう全然無理。もうそっから全然見えへんくて、もう頭真っ白だし、なんてみんなここまで頑張ってきたのに、なんでなんみたいな。でね、なんかちょっとこれもちょっとだけ、もうってなったのが、
前に映像、それこそみんながそれまでリハーサルの期間とかに撮ってきた映像が初めて流れるわけですよ。で、どこが終わりか分かんないんですよ。この映像のどこ終わりで音楽が入るみたいなのが分かんなかったのと、まあでもこれは自分にも一個責任があったのが、ちょっと分かりにくく自分が上がるタイミングのきっかけの音をしてしまってたのもあります。けどにしてもストロークがあったんですよ。やっぱり5、6秒なんかそれがまあ歓声もあったし、その前の映像ともなんかクロスフェードというか重なってて、一回も切れずに始まった感じもあって、みんながマジで分かんなかったです。どこが曲の始まりかが分かんなくて、おえってなって、でもう私は焦ってもうどうしよう、もう終わったみたいな、ここまでみんなが頑張ってきた努力したものがもう全部水の泡になったと。で最後まで踊りきれたんですけど、もうみんな心ここにあらずって感じなんですね、あの映像は本当に。で、やばいどうしようって思って、結構その後3分後とかに YouTube に上がるんですよ。踊り終わって3分後ぐらいに。でも私はもう青ざめてて、でもう舞台裏でも大丈夫やったみたいな、もうみんなもう泣いてもう全然ダメやったって言ってるわけですよ。でも私も焦るし、もうへえとか言いながら、でその直後の3分後で YouTube 見たら奇跡ですよ。後ろからカノンのように、しかもリズムが全くタンタンタンって上がってて、もうそれ見て号泣、みんなやばいみたいな、これはセーフやろって言って、絶対バレへんって言って、ほんなら案の定誰からもバレてないっていうか、誰からも指摘されてなくて、でもあれ本当私のアングルから見たらあんな綺麗に立ってないから、もっとひどいから。で奇跡的にそのタイミング上がれたのも、例えば2個目に上がった子たちはもうお互い見ていくっていう感じで上がったと。で一番最後のセンターのセーラは全く見えてないけどドゥーンって言ったから終わったと思って、私だけ立ててないって、一番前でやばいってなったらしいけど、1で立って1、2、3で歩き出しで、首も左からなんですけど、確かあの子3から上がってちゃんと首曲げてやってるんですよ。で全部追ってでしょ。私やったら3で上がって待ってもうて、もうなんかわけわからんくなって首とか左右逆になる可能性もあったのに、ほんまに聞いたら本人に聞いたら、もう死ぬほど練習してるから、音楽がもうこう体に入ってきてるから、もう絶対に間違えるわけがなかったって言ってて、でも怖すぎてもう前をよう向いて歩かんかったって言って、もう終わったと思って。で後ろの子たちも後ろの方が聞こえたのかちゃんと音通りに立ってるんですけど、前が立ってないから終わったみたいな、なんでみんな立ってないんってなってるわけですよ。みたいな事件が起きて、でももうほんまにね、これはね神様が見てくれてたと私は思ってます。もうほんまに本当にね、あれだけはちょっと怖すぎて、もう一生忘れへん、あの事故は。やばいです。もうこれをみんなに言いたくて、もうトラブル続きっていうのはそれで、あともカメラとかもいろいろありますわ、思うことが。でも YouTube もね、おかげさまで結構伸びてて、であのパフォーマンスも良かったっていう意見も実際あったし、やっぱりその後セミファイナルのね、トップ2に入らなければ決勝に行けないんですけれども、それで入らなかったんですが、本当にたくさんのスタッフさんも含めて、たくさん出演者の方もそうなんですけど、もう同じ出演者ですよ。同じ出演者で、あんたたちに票入れたとか言ってくれたりして、なんでって感じなんですけど、本当にみんながもうそれこそファイナルに進めないってなった瞬間に、その審査員のハウイが私たちはワイルドカードというのに選んでいただいて、ラストの一枠も視聴者投票5分で決める視聴者投票に選ばれたんですけど、審査員4名がね一押しのグループを言って、
でファイナルに行ける人って言ってくれて、でそのワイルドカードの審査じゃない投票5分みんなめっちゃ頑張ってなんかこっそり投票してくれてたみたいで、それでなんとか滑り込んだというか、もうほんまにものすごい日でした。あの日はもう2日間本番とその結果発表が、だからもうすごかったんですよ。もうとにかく大変すぎるセミファイナルがまずありました。でもそこでも精神みんなズタボロって感じ。もうファイナル行けて嬉しい気持ちもあるけど、これまた1週間続くんやっていうやばさ。ほんでまだその時はファイナルのネタが決まってないわけですよ。何で行くかが確定できてない状況もあって、ほんまに行けるって言っても嬉しいけど無理かもっていうのも同時に出てくるって感じですね。それがまずセミファイナルまでの1週間の出来事って感じです。一旦でも本当YOASOBIさんのアイドル使わせていただきましたけど、結構やっぱりアメリカの皆さんはこの曲めっちゃ面白いみたいな、めっちゃ好きって言って、早速いろんな人がなんていう曲か教えてって言ってダウンロードしたいって言って、はい、結構ダウンロードしてくれました皆さん。はい、でそうだけど一個だけなんかアイドルのこれ英語版2番から英語なんだけど意味分かってるって言ったらそうなんって言ってこれ英語じゃないっていうか英語には聞こえんって言われましたあ、そうなんやっていう、嘘、英語にしたのにわざとって言ったんですけど、全然気づかなかったって、はい、結構言われました。向こうのねアーミーたち、アメリカのアーミーたちとすごく仲良くしてくださったんですけど、もう分からなかったわって言われたんですけど、でもその切り替えがねパンチ効いてたかなと思っています。日本でもねなんかニュースになってたんですよね。なんか噂で聞いてますZIP とかに出てたって聞きました。たくさんの媒体で取り上げていただいてもう嬉しい限りでございます。はい。でちょっととにかく決勝に行けると進みましたってなった瞬間に、次のネタのことについて考えるわけなんですね。でまずなんか私のインスタグラムでも言って、ちょっといろんな人になんか結構海外の人も私のなんかインスタ見てくれてて、なんかわざわざ翻訳してくれたんかな。2日で仕上げたっていうのを、これ2日でやったらしい、やばいみたいなのを結構言ってくれてて、でその話をラジオで言うらしいみたいな、あかねクラブのラジオがなんかアメリカでもなんかやってるってことが伝わってるっぽいです。意味わかりますか？はい、なんか布施さんって言っちゃったあかねクラブのツイッターでなんかその件について話しますみたいな言ってたでしょ。なんかAGT の模様を話しますみたいな、それがなんか結構海外の人も見てくれてた人もいたみたいで、ラジオで話すとか、あかねってラジオやってんだとか言って言われてて、すごってなりました。はい。本当に日本でもあることなんですよ。これってあることなんですけど、まず音楽って結構その著作権使用許可みたいなのがいるんですね。はい。でもあんまりもう細かくは絶対言わないんですけど、私がやりたかった曲が最後の最後にちょっとダメってなってしまいまして、でとはいえそういうこともよくあることやから候補曲を出してくれみたいなので、別の曲も出してたんですけど、それがなんかちょっと私的にはやっぱって感じあって、で今回アバのマニマニマニになったんですけど、そのファイナルの曲がね、でそれはあれ気づいてる人はもちろん気づいてると思うんですけど、あれカバーなんですね。カバー曲で私実はその
このセミファイナルとかも始まる前から、そのアバのマニマニマニを申請してたんですけど、それは NG だったんですよ。その権利問題がクリアできなくて、もう全く、もうだから絶望的ですね。もうそれも無理みたいな。で、結構やっぱね、アバンギャルディのあのイメージに合う曲ってめっちゃ難しいんですよ。選曲が。で、もう、アバも無理なら、みたいなんで、もう結構、もう、選曲に苦労しましたね、今回。で、ただそのカバーだったら通るかもみたいなのが、その、本番の4日前に、なるわけなんですね、クリアに。で、カバーなんで、やっぱり音数とかがやっぱ本家と全然違うし、もうなんか全然カスカス、何これみたいな感じやったんですけど、それをもう音源のその向こうのその AGT の人たちが、ここの厚みをどうにかしてくれっていう問題を、一生懸命取り組んでやってめっちゃ短時間でやってくれて、それでなんとか音源になりました。はい。だからまず、そのカバーでもまずすごいね、カバーって気づいてない人も全然いるんですけど、あれにまず慣れたことがまず良かったんですけど、そこからですよ、4日しかなくて、で、その2日でどうしても仕上げなかったといけない理由が、そのステージリハがあるんですね。だからそれまでに必ず間に合わないと、もう終わるみたいな感じやって、で結局2日でも間に合わんかったというか、そのステージリハには間に合わなかった、出来上がらなかったんですけど、でももうそこは根性ですよ、ほんまに。もうマジでもう無理って思うかもしれへんかったけど、もう頭が痛くなるし、もう目がとにかく疲れた。もうでも本当にみんな一生懸命ね、そのいろんなこと、その踊り作るのに一緒に頑張ってくれたんで、なんとかね2日でやりきりました。はい。それがもうマジでみんなとやってきた絆だと思います。普通はね、無理ちゃう普通はって思うけど、やりきりました。はい。だからで結果的にね、やっぱみんな知ってる歌じゃないですか、マニマニマニって。知らん人ほぼいないんちゃうっていうぐらい、そう知名度がやっぱり全然違うから、みんな知ってる曲で、なおかつアバンギャルディにすごくぴったりで、なんかすごいシンプルに、歌が超シンプルじゃないですか、歌詞とかも。なんかそういうのが大好きなんで、私はシンプルだし、ちょっとおもろい、聴いてて面白いなって思う曲、コミカルな曲、それが私のアバンギャルディとマッチさせたら最高やなって思うところなので、はい、もう今回はその選曲にしてね、本当に良かったと思ってます。でも実際ね、なんか結構アバンギャルディのファンの皆さんだったら分かると思いますけど、結構突貫工事といったらあれじゃないですけど、この振りも入ってるしこの振りも入ってるじゃないけど、そういうのをね気づかれる方も多くいたと思うんですけど、でなんかファンの皆さんもこの振り付けが好きやから入れてくれて嬉しいとか言ってくださったり、あとはもうで日本でも YouTube 急上昇ランキング1位ずっとなんかなってましたよね。なんかそれがびっくりしました。まさかっていう感じで、ちょうどねヒカキンさんの上にポンと出ておりましたね。それがもうすごいみたいな、こんなに見てくれてるんやっていう。でもファイナルはもうね、映像も後ろのバック背景も見事でしたよね。私の思いが通じたって感じです。もうカメラワークに関してはもうだいぶセミファイナルでもう喧嘩みたいな感じで言い合いして、こっち日本語で向こう英語で、でもなんか通じるんですよ。やばくないですか？日本語でもこれ嫌やって言ってんの全部大阪弁で、マジでちょっと無理です、絶対嫌かもとか言ってんのも全部通じてるんですよ。はい。だから喧嘩になっちゃって、バチバチでしたけど、でもすごくでもね、その分かってくれてるから、みんな私の作品がいいって言ってくれてね、分かってくれてるから、
だからどうにかファイナルではね、すごく完璧なカメラワークと、ちょっと失敗もありましたけどね、とか言っちゃって。はい。あったけど、でも、カメラワークはちょっとあったけどね。でも後ろの背景はやっぱりバトりましたね。また、再びバトが起きました。で、あの雰囲気にしたのは、もう、はい、頼むみたいな感じで言いましたね。なんて言ったんやろ。最初なんかもうほんまにぶっちゃけて言うと、最初、なんかリビングみたいな背景やったんですよ。みたいな。なんでリビングみたいな。アメリカのリビングみたいな。ってなって、待ってそれは絶対にないですと思いながら、はい。リビングになりました。で、だけどちょっと嫌ですって言って、なんとかもっとゴージャスに高級感ある感じにしてほしいみたいな。もっとこう、白っぽくしてくれみたいな。美術館みたいにって言って、ああなりました。で、後ろの背景に、その途中からね、セイラというメンバーが出てくるんですけど、ああいうのとかも提案したんですけど、だから私の思ってる感じではなかったっていう感じです。でもいいんですけど。ちょっといろいろありました。はい。でもなんとかね、悔しい気持ち、セミファイナルでの悔しさも、はい、晴らせました。でもね、みんなにびっくりされるのが、その最初の始まりのダンってみんな起き上がるタイミングバッチリだったと思うんですけど、どうやってあれできるんって言われたんですけど、もうめちゃくちゃでかい音でクリック音って言って、その前にカン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 っていう音があるんですけど、それをもう信じられないぐらい爆音で流してもらって、もうみんな耳痛っていうぐらい流れて、本番完璧に入れたということです。だからそのセミファイナルでの失敗がなかったらファイナルも成功しなかったと思うし、もう終わり良ければ全てよしっていう感じです。もう事件簿、本当に事件簿で、私はもういろんな全てが勉強になったし、もっとこうすれば迅速に行くんだとか、もう自分がもっとこうしっかり準備していればとか、もっとみんなが分かりやすくやってればとか、なんかいろんなことはあります。だけどやったこともあるんですよ。例えば後ろのバックの映像も自分でディレクションして作って提出したんですけど全く違うなんか感じになったりとかしてね、はい、ありましたけど、はい。でも終わり良ければ全てよしという感じで、まだ見てないよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひアバンギャルディなどと検索していただけますと、今回の映像が出ます。はい。でもやっぱりね、規模の大きい番組ですし、はい、これだけね、たくさんの出演者がたくさんいて、刺激がたくさんありました。なんか気になられてる方とかも結構いるんですけど、だからあれみんな自腹で行ってるんですかみたいな、ぶっちゃけて言うんですけど、全部番組が交通費を出してくれています。と宿泊費を。そうだから今回別のチームなんかは1チームで70人以上とか出てたチームもいたんで、すごいですよね。ねえ、ほんとすごいんです。そうだからそうやってね、招待していただいて出ているよということで、はい。だからこんなね、素晴らしい経験ができて最高です。はい、みんなも本当に成長できたと思いますし、ここからまたアバンギャルディは頑張ってやっていく所存でございます。はい。で、告知いいですかでとか言って、なんとこの度アバンギャルディ初のワンマンライブが決定しました。イエーイ。2024年、来年です。1月20日、1月20日、土曜日、6時半会場、開演は7時。クールジャパンパーク大阪 TT ホールです。そして、なんと東京でもやっちゃいます。東京は2月1日木曜日。平日です。すいません。こちらも一緒です。6時半会場、7時開演。渋谷区文化総合センター、大和田桜ホールでございます。やっぱ顔とかね、表情とかはね、やっぱ
しっかり見てほしいっていうのもありますし、でもどちらともね、すっごい素敵なホールなんですけれども、しっかり座って見ていただけますし、アバンギャルディの表情とかダンスもどこの席から見ても楽しんでもらえるかなとは思っておりますので、はい、こちらぜひ見に来てください。一般チケット7800円です。そしてタオル付きチケットというのがありまして、そちらは少しアップします。9800円です。はい。こちらでどんなタオルなんだという感じで思う方もいるかもしれないですけど、極上のタオルをね、だってタオルで2000円って結構ですよね。はい。でも確約ということで、極上のタオルをご用意しますので、はい。皆さん、ぜひこの機会をお見逃しなくでございます。はい。こちらチケットは、アバンギャルディワンマンライブと調べていただいたりとか、チケットピアさんの方で売っておりますので、ぜひアバンギャルディと検索して見に来てほしいと思います。はい。ってことでございました。まだ、アメリカのね、ネタはね、まだまだあるので、また来週も喋りたいと思います。